ご視聴ありがとうございます。今回は目立たない駅から広がるストーリーに迫ります。小さな駅がある土地に隠された鉄道開業初期からの歴史と地上にある遺構の数々に注目です。廃墟みたいな通路ができた理由とは一体何なのでしょうか。ここは横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅です。横浜と桜木町という2つの大きな駅に挟まれたこの駅、ブルーラインには JR 根岸線が並走していますが JR には駅はありません。またブルーラインの快速はほとんど他の路線と乗り換えられる駅にしか止まらないのでこの駅は通過します。この駅の上下線のホームは独立しており徐々に間隔が開く配置です。出口は桜木町寄りに1箇所だけですが出口がない反対側でも2つのホームはつながっています。トンネルの断面は円形でその内側に線路とホームが収まっています。この円形断面のトンネルはシールドトンネルと呼ばれる深い場所を走る地下鉄でよく用いられる工法で作られます。深い場所では地上から土砂を掘り下げトンネルを作ってから残りを埋め戻す工法が使えないのでシールドマシンと呼ばれる先端にカッターをつけた円筒状の機械で地中を掘りコンクリート製のブロックで内側からトンネルを作っていきます。この駅のホーム部分だけでなくここから両隣の駅に向かってシールドトンネルが延々と伸びています。ホームの端に到着です。正面には簡易的に仕切られた謎のスペースが2つのホームを結ぶだけでなく周りのスペースは業務用に使われているようです。そして柱の影になっているこの場所、この裏には通路が伸びており壁面には避難口と書かれた紙がペタペタ貼られています。どう見ても人が通りそうには見えませんが床面はそれほど埃も積もっていません。この通路の床面には非常口のマークが、扉の表面や上にもマークがあり扉の上の非常灯は交換されたらしく幅が狭いタイプになっています。一方この奥にも通路は続き右に進んだ先には別の扉があります。扉の上には通信機器室の文字。床面がそこそこ綺麗なのはここへ出入りする人がいるためでしょうか。ホームにいる人の音も聞こえてこずひたすら静かな場所。この辺りは誰でも立ち入れますがここ自体は2つのホームをつないでいるだけで乗り換え駅ではないので誰にも出くわすことがありません。この謎の構造の駅ができた理由と周辺の様子を一旦ここで解説です。高島町駅の開業は1976年昭和51年9月横浜市営地下鉄の第2期区間として開業した駅の一つです。近くにある高島町交差点は横浜市内でも有数の交通量があり地下に道路を通す計画もありました。それらの下を通ること近くの運河をくぐることなどがトンネルが深くなってシールド工法が採用された理由です。駅部分では内側にホームを収めるため大きさの異なるシールドマシンが使われることになりマシンを組み立てる穴立坑が掘られました。この立坑はマシンの発進到着基地も兼ねています。このうち南側にはトンネル完成後改札やエスカレーターエレベーターが収められています。利用者数がそれほど多くないと見込まれたためか北側の立坑にはそれらはありません。ただし動線1個だと火災時などの避難ルートが確保できないため北側の立坑は非常口として残っているほか業務用の区画もあります。似たような理由で非常口が作られた駅をご紹介した動画は概要欄から見てくださいね。横浜駅から 0.9 キロと近いこと周辺に他の私鉄の駅もあることから需要が分散しやすく乗降客数はかなり少なく両隣の駅との差は歴然です。開業以来の推移がこちら。そこそこ順調に増えているように見えますが市営地下鉄でこれを下回るのは2022年時点で2駅だけ。地下鉄の駅とは思えないのどかさが特徴の前岡駅と以前このチャンネルでもご紹介した下飯田駅です。一方市営地下鉄だけの高島町駅の隣にはかつて東急東横線の高島町駅がありました。2004年にみなとみらい線が開業したことで東横線の横浜桜木町間は廃線になり高島町駅も廃止されました。みなとみらい線は東横線に直通していることもあってか高島町駅の乗降客数はそれほど増えませんでした。そして駅名は明治初期に周辺を鉄道用地として埋め立てた高島開門にちなんだものです。
ブルーラインの駅が開業したのは1976年。そして東横線の駅の開業は1928年。そう、この周辺は鉄道開業初期からの歴史ある場所です。1972年、日本で初めて鉄道が開業した頃、横浜駅は今の桜木町駅にあたる場所にあり、この辺りを線路が通っていました。当時はまだ、東海道線にあたる路線の全体像は決まっておらず、当時主流だった船との連絡を考慮し、港に近い場所に終着駅ができました。この辺りは埋め立てられていない場所もあり、海に築堤を作って線路を引いたそうです。1887年、東海道線の延伸に伴い、線路はスイッチバックで伸ばされます。ところが、当時はまだ蒸気機関車の時代。機関車の付け替えが必要なため、スイッチバックはかなり非効率でした。この構造のせいで初代横浜駅には貨物が溜まってしまい、94年に日清戦争が勃発すると、陸軍の要請で短絡線が設置され、軍用貨物列車はそちらを通るようになりました。その後、東海道線のメインルートはこの短絡線になり、利便性を確保するために平沼駅が新設されましたが、市街地へのアクセスが悪く、かなり不評だったようです。ちなみに、平沼駅は京急線にもありました。この駅が絡むお話は、こちらの動画を見てくださいね。1914年には、今の京浜東北線にあたる系統の運転が始まり、高島町駅が仮の終着駅として開業しました。その翌年、短絡線が東に移設されて2代目横浜駅ができ、初代横浜駅は桜木町駅になりました。駅舎は、前年に完成した東京駅丸の内駅舎に似た、格調高い立派なものでした。なお、駅舎の目の前にある高架線は、駅の移転と同時にできた貨物線で、せっかくの景観が損なわれるという、残念ポイントもありました。この駅舎は1923年の関東大震災で被災し、28年には東海道線がカーブの少ない今のルートに切り替えられたため、実質8年ほどで役目を終えています。同時に京浜線のホームも廃止され、この場所から駅はなくなりました。その後、28年に東横線の駅、76年に市営地下鉄の駅ができ、2004年に東横線の駅が廃止されたことで、今に至っています。ここから、ブルーラインの駅とその周辺、そして、東横線と国鉄の駅の移行をたどっていきます。ホームの桜木町寄りに進み、地上を目指します。ホームの端だけ壁面が垂直で、ここが縦高であること、奥のシールドトンネルの直径が小さくなっていることがわかります。この裏側にはエレベーターが、出っ張り具合などを見るに、後から設けられたのでしょうか。改札の様子がこちら。ここは地下1階で、ホームが地下4階です。改札が階段に対して横向きなのは、階段などを縦高の前後いっぱいに配置することで、途中の階層を減らすためです。途中では折り返す場所の幅がかなり狭く、設計に苦労した様子が伺えます。縦高のスペースが限られているので、改札は1箇所で、券売機もこれだけです。地下1階と言いつつ、ここは結構深い場所にあり、地上からはそこそこ遠いです。地上に出て、もう一つの縦高へ向かいます。奥の高架線を走る JR の車両が見えます。開業から50年近く経つものの、市内有数の大通りが交差する場所なので、車が絶えることはありません。今の地名は高島ですが、かつては高島町という地名で、その名前はバス停や交差点の名前として残っています。なお、ブルーラインの高島町駅は高島ではなく、隣の花咲町にあります。交番の裏にあるこの殺風景な建物が、縦高の出口です。この大きさからして、変電所などを兼ねているのでしょうか。歩道のすぐ横には、避難通路の出口っぽい扉もあります。少し戻って、高島町交差点を回り込みます。一番手前に見えるのは、JR の高架ではありません。2004年に廃線になった東急東横線の高架です。古さを感じさせる高架橋脚の作りが違うのがポイントです。そして残っているのは普通の高架橋だけではありません。仮囲いの奥にはアーチ状の装飾のついた年季の入った橋脚が。東横線高島町駅は廃止から20年近く経ってもまだ残っています。あの辺りは駅の改札などがあった辺りです。この先に進むと高架橋が部分的に取り壊され更地になっています。さらに奥にはまた別の高架橋があります。
完成から100年近い高架橋だけに老朽化も進んでおり、JR の耐震補強工事との兼ね合いで解体されたようです。一方この後ろでは、駅のホームなどがまだ残っています。現在残っているホームは、およそ70メートル程度。駅があった時の東横線は、1両あたり20メートルの8両編成で、全体では160メートル強のホームがありました。高架橋の幅が狭かったため、開業後に伸ばしたホームの幅も狭くなり、両端では1メートルほどしかありませんでした。先ほど見た高架橋の解体に伴っておよそ60メートルが解体されたほか、反対側のおよそ40メートルも解体され、全体の半分弱しか残っていません。コンクリートがところどころ剥がれて鉄筋がむき出しになっているなど、老朽化が深刻です。劣化具合を示す白い線があっちこっちに描かれており、完全に放置されているわけではなさそうですが、満身創痍な感じです。隣の高架線からの映像がこちら。桜木町寄りに伸ばした部分は、既存の高架橋の上に作っただけなので、綺麗に解体されています。改札などへつながる階段があった場所は解体されておらず、展示ブロックもあり、みなとみらい線開業アピールの広告も残っているものの、かなり老朽化している印象です。東横線の高架橋には、遊歩道として活用する計画があり、桜木町駅付近には、部分的に開放されている場所が少しだけあります。当初は2016年度に完成する予定でしたが、横浜市の財政状況が厳しいことなどもあって、工事は停滞気味です。一方、同じくみなとみらい線の開業で役目を終えた高架橋のうち、横浜駅より向こうでは、順調に整備が進みました。廃線になった横浜桜木町間と違い、これらの場所では線路が地下に移されたため、それに合わせて基本的な整備計画が策定され、先行して工事が進んだからです。当時よりも財政状況が悪化し、鉄道の新線計画もあった横浜市にとっては、優先順位を落とさざるを得なかったのです。横浜市は旧高島町駅のホームなども残す方向で検討しているそうですが、老朽化した設備だけに巨額の改修費用が見込まれ、JR 線と道路に挟まれた施工条件もネックになりそうです。そしてもう一つの遺構が、この近くにあります。道路を挟んで高島町駅の向かいにあるマンションのたもとには、2代目横浜駅の駅舎の基礎などが保存されています。ここはマンションの敷地内ではあるものの、法的には公開空地と呼ばれる場所で、誰でも立ち入れます。このスペースを作ることで、通常よりも大きな建物が建てられるなどの恩恵があるというわけです。2代目横浜駅や東海道線の旧線の跡地はほとんどが建物などになり、痕跡はごくわずかになりました。大都会の小さな駅の周りにある歴史を感じられる遺構。皆さんもぜひ確かめてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。